カメラの進化は利便性と高画質を求めて加速し続けています。撮影のハードルはどんどん下がり、シャッターを切るだけで誰もが気軽に美しい写真を撮れる時代になりました。スマートフォンですらプロ顔負けのクオリティを実現することができます。このまま進化が続き、カメラがただの便利な道具になってしまった時、撮る楽しさはどのようになるのでしょうか。僕はどれだけカメラが進化しても撮ることの楽しさを忘れたくない。だからこそその楽しさをもっとたくさんの人に知ってもらいたいと思い、この活動を続けています。そんな思いを形にする日本のカメラメーカー富士フイルム。フィルム時代の撮影感覚を大切にしながらも1億画素という圧倒的な描写力を持つカメラを生み出しました。今回は世界初の中盤センサーを搭載したコンパクトデジタルカメラ GFX100RF の魅力に迫ります。まずカメラデザインから見ていきましょう。このカメラを手にした時、多くのカメラユーザーがある機種を思い浮かべるんじゃないかなと思います。そう、それが富士フィルムの X100 シリーズです。僕もこの X100 を購入し、日常や旅先でたくさん使用している本当に素晴らしいカメラです。そんなこの X100 の価格はなんと28万円。高い。それでも1年経った現在でも入手困難な日々が続いています。X100 シリーズがこれほど人気なのはなぜだと思いますか？やはりこのクラシカルな佇まい、そしてアナログな操作というところに僕はあると思います。初号機である X100 は7名の写真家と共に毎日持っていたくなるカメラ、そして作法が必要なカメラをテーマに開発を進めていたそうです。フィルム自体のカメラにおける作法とは、絞り、シャッタースピード、ピントを合わせる。富士フィルムはカメラのデジタル化が進む中でアナログ操作にこだわって X100 の開発を進めてきました。この初号機のアナログ操作へのこだわりは現在の X100 や GFX100RF でも引き継がれていて、シャッタースピードや F 値の物理ダイヤルが設けられています。この物理ダイヤルを設けることで電源を入れなくても撮影設定を確認できたり、ファインダーを覗きながらでもノールックで調節することを可能にしています。ISO ダイヤルはシャッタースピードダイヤルの中に格納されていて、上にスライドして回転させることで調節ができるような仕組みになっています。X100 や GFX100RF を手にした時、 ISO ダイヤルはもしかしたら調節しにくいかもしれません。慣れれば全然問題はないんですが、他のカメラを使っている人は最初は違和感を感じるんじゃないかなと思います。ただフィルムカメラというのはフィルムごとに感度が決まっているため、撮影中に感度を変更するということはできませんでした。もしかするとあえて ISO 感度を変更しにくい設計にすることで、フィルム時代のようにシャッタースピードや F 値で調節するという撮影スタイルに近づけようとしているのかもしれませんね。そう考えると ISO の操作を最優先にしてないというこの構造も納得できるような気がしています。今回の GFX100RF は富士フィルムのこだわりが詰まった X100 シリーズと共通するデザインを持ち、サイズ感は違うもののボタン配置とかデザインの方向性というのはかなり近いです。そして X シリーズ、GFX シリーズ初のアスペクトダイヤルが搭載されています。これは9種類のアスペクト比を瞬時に変更することができるダイヤルで、4対3、5対4、7対6、1対1、3対4、17対6、65対24、16対9、3対2から選ぶことができます。フィルム2コマ分を使用した横長フルパノラマ写真が撮影可能な富士フィルムの TX シリーズの65対24や GFX シリーズ初となるシネマカメラエターナを連想させる16対9のアスペクト比で写真を撮影することができ、この撮影体験はとても楽しいです。ローで撮影をしておけばアスペクト比を後から変更することができるので、65対24で撮影した写真を9対16のスマホサイズに調節することも可能です。1億画素だからこそ実現
現できるアスペクト比の拡張性を物理ボタンとしてダイレクトに割り当てたのはかなり面白い設計だと思います。さらに X106 ではならなかったライトルームに読み込んだ際にクロップ情報がしっかりと反映されます。これ個人的に大きくて、106でデジタルテレコンを使って拡大して撮影をしても現像する際にもう一度拡大していたんですよね。これが読み込んだ際に反映させるようになっているので、とてもありがたいところです。シャッターボタンにはネジ穴があるので、自分好みのシャッターボタンを装着し、指の感触や押し心地を調節することもできます。シングル AF、コンティニアス AF、マニュアルフォーカスの切り替えスイッチやテレコン切り替えレバーなどの完成度は一級品で、細部までこだわりが詰まったカメラデザインです。さらに付属しているカメラストラップにもこだわりを感じるデザインで、ロープ型のストラップを採用しています。このストラップとカメラデザインの相性が本当に抜群で、肩書きをすることでファッションとしても存分に楽しむことができます。同梱するアクセサリーも充実しており、アダプターリングによってアルミ削り出しのフードまで一体化することができます。高いデザイン性だけでなく、付属のフィルターを組み合わせることで防塵防滴性能も備えることができます。前面に搭載されているレバーは X106 にも搭載されており、従来のカメラで使われている電子ビューファインダー EVF とガラス越しで覗く光学ファインダーの OVF を切り替えるスイッチとして機能します。このガラス越しの OVF での撮影はガラスを通して見たままのそのままの世界を楽しむことができ、露出をコントロールできる EVF に比べると利便性は少し劣ります。でもその生のそのままの景色を写真として抑えることができるこの体験こそが多くのユーザーから支持されてきました。ところがこの GFX100RF には OVF が搭載されていません。これは少し残念ですね。でも実際のところ106で僕が OVF を使用しているのかというと、9割以上はやっぱり EVF で撮影をしているっていうのが正直なところです。この 100RF の中盤センサー1億画素という高画素を扱うための正確性やボディサイズをコンパクトに収めるということを考えると合理的な判断だったとも言えるかもしれません。100RF のファインダーは576万ドットと非常に高繊細で大きめの丸型アイカップを採用しているので、明るい環境下でもしっかりと確認しながら撮影をすることができます。前面レバーは EVF、背面モニターの切り替えやカスタムボタンとしても割り当てることができる設計になっています。背面モニターはチルト式モニターを採用していて、ハイアングル、ローアングルでも快適に撮影できる設計となっています。一見するとフラットな固定式モニターに見えるこのデザインは X100 から4世代にわたる固定式モニターのデザインを保ちつつ、使いやすさを向上させるために X100V から導入された限りなくこだわり抜いて設計されたチルト式モニターのデザインです。右側には UHS-2 に対応した SD カードスロットが2つあり、マイク端子、イヤホン端子、USB-C、HDMI ポートは左側についているのでカメラを握っていても干渉しません。1億画素の写真というのは1枚あたりで約 200MB 以上にもなるため、100枚撮影するだけでも約 20GB サイズのデータ容量となってしまいます。もしこれが片方のスロットだけでも CF エクスプレスカードに対応していたら、よりスムーズなデータ管理ができていたと思うと、ここは少し残念なところです。同じ中盤デジタルカメラであるハッセルブラッドは CF エクスプレスカードの対応に加えて、内蔵でなんと 1TB のストレージを持っています。ミディアムフォーマットの撮影をストレスなく可能にできるので、この GFX シリーズにもぜひ次のモデルでは改善してほしいところです。三脚を取り付けるネジ穴はレンズの中心部分に設計されていて、バッテリースロットに干渉することも基本的にはなさそうです。バッテリーは NP-W235 を採用しています。2200mAh と比較的大容量なバッテリーのため、1日に2つあれば写真撮影では十分かなという印象です。4K30p H265 オールイントラ 42210bit MOV360MB のビットレートサイズで動画収録をした場合、バッテリーは 100% から1時間54分45秒の連続撮影で 0% になりました。写真撮影よりも動画撮影の方が消費電力は多いので、1日中動画撮影をしたい方は3つ以上の予備バッテリーを推奨します。ここまででこのカメラのデザインについて詳しく見てきました。次はこの GFX100RF のスペック、仕様について見ていきたいと思います。基本構造は GFX100S2 と同じものになっていて、センサーは驚異の 102MP CMOS2 センサー 102MP ですよ。つまり1億200万画素のラージフォーマットとなるんです。スマートフォンのセンサーがこのサイズとした場合、一般的な 35mm フルサイズセンサーの大きさが 36mm×24mm に対し、GFX のラージフォーマットは 44mm×33mm でフルサイズセンサーの約 1.7 倍の大きさとなります。面積が約 1.7 倍となるので 70% も多くの光を取り込むことができ、ボケ具合などの違いを感じることができます。レンズの見方はフルサイズ 35mm 換算が必要で、クロップファクターは約 0.78 倍となります。GFX100RF には 35mm F4 の単焦点レンズが採用されているので、換算約 28mm 相当の画角となります。一般的なスマートフォンは 24mm から
28mm ぐらいのカメラが搭載されているので、かなり親しみのある画角にはなっているかと思います。AF 被写体認識では最新プロセッサーを搭載し、AI による高度な認識を可能にしています。プロセッサーは最新の X プロセッサー5を搭載しており、高速処理エンジンのおかげで1億画素の写真をなんと秒間6枚撮影することが可能です。さらに1億画素の高解像度を活かし、デジタルテレコンを使用することで3段階のデジタルテレコンにて換算 36mm、50mm、63mm での撮影が可能です。シャッターボタンの下にあるレバーを左右に動かすことでテレコンの切り替えができる設計になっていて、最大クロップである換算 63mm で撮影した場合でもおよそ1960万画素の写真を撮影することができるので、実質4本分のレンズを使用して撮影することができます。ではここからは動画撮影についても触れていこうと思います。この動画を見てる人の中で GFX100RF を使ってビデオ撮影をしたい人はあまりいないかもしれません。でも僕はね、動画も撮影したいのです。100RF は最大 4K30 フレーム 42210 ビットラオールイントラの記録に対応し、フル HD であれば最大60フレームで撮影することができます。正直なところ1億画素のセンサーを搭載していることもあり、個人的には 8K の高品質な動画撮影を期待していたので、最大 4K30 フレームは少し、かなりここは残念なところでした。最近のミラーレスカメラでは10万円台のカメラでも 4K60p で撮影できるカメラが増えてきて、価格が3分の1の X106 でも 4K60p や 6.2K30p での収録を可能にしています。この 100RF に動画撮影機能を求めているユーザーはもしかすると僕ぐらいなのかもしれませんが、次のコンデジモデルではぜひ期待していきたいポイントです。ただ F-Log2 に対応していたり、4段分の内蔵 ND フィルターを搭載しているので、映像の記録としては申し分のない動画性能を持っています。この内蔵 ND フィルターは動画撮影時の原稿の他に長時間録音などの写真撮影でも利用することができます。例えば糸のように滑らかな滝の写真や車の流し撮りなど一味違う表現を手軽に楽しむことができました。では次に富士フィルムのもう一つの大きな魅力、フィルムシミュレーションについて見ていきましょう。僕が富士フィルムを選ぶ理由はデザインの他にフィルムシミュレーションというのがあります。実はこの動画で登場している写真たちは全てフィルムシミュレーションの色味のままで、ほとんどが明るさ補正のみをした写真たちになります。このような世界観を誰でも簡単に味わうことができて、本当に楽しい体験をすることができます。フィルムシミュレーションの起源はフィルムカメラからデジタルカメラに参入したユーザーが富士フィルムなのになぜデジタル感が強いのか、そのような声から開発が始まったそうです。富士フィルムという会社は1934年の創業当時からフィルムの追求をしてきたメーカーで、その歴史と経験の蓄積をデジタルで引き継ぐようにして2004年にフィルムシミュレーションがスタートしました。実は単純にフィルムを再現することを目指しているのではなく、フィルムが目指していた画質設計を未来である現在のデジタルで継承し、チューニングを繰り返して完成したカラーサイエンスなんです。1934年から続く富士フィルムの画質設計、それをこの1台で20通りも楽しむことができると考えると、まさに贅沢な体験です。そしてフィルムシミュレーションはカメラ内でグレインエフェクト、トーンカーブ、シャープネスなどを細かくカスタマイズすることができます。特にグレインエフェクトはデジタル臭さを取り除いたランダムな微粒子を加えることができるので、とても気に入って使用しています。このグレインエフェクトとフィルムシミュレーションを掛け合わせることで、どこか懐かしさを感じる味わい深い写真に仕上げることができるので、僕はとても気に入っています。ではここからはそんな僕のおすすめのフィルムシミュレーションを3種類ご紹介しようと思います。まずは何といってもクラシッククローム。これはとても人気のフィルムシミュレーションで、実はクラシッククロームというフィルムは存在しなくて、渋め、かっこいいというのを目指して開発されたものです。グレインエフェクトとの相性も抜群です。続いてリアラエース。目で見たままに近い忠実な色再現を目指し、様々なシーンで使いやすく万能なカラーです。GFX のフラッグシップ機である GFX102 から搭載が開始し、最も最新のフィルムシミュレーションです。最後はアクロス。これは世界最高の流浄性と参照されたモノクロフィルムのアクロスがベースとなったフィルムシミュレーションです。低感度側では高繊細なシャープネスな表現、
高感度側では流浄感が増し、グレインフェクトと違ったモノクロフィルムのような質感を表現できます。撮影後はすぐにスマホに転送して SNS にアップをしたり共有することもできたりするので、僕はフィルムシミュレーションをベースに少しカスタムを設定しています。それがこんな感じです。撮影した写真はカメラ内で何回でも何通りにでも再現像をすることができるので、気軽にいろんな設定を試して撮影することができます。そしてこの時、画像記録方式を JPEG ではなく HEIF にしておいた方が撮影はスムーズです。JPEG の場合、シャッターを切ってから数秒間保存の時間を要します。JPEG の方が互換性は優れているのですが、HEIF の方が圧縮性に優れていて、より高品質に撮影ができます。このようにフィルムシミュレーションを元にした独自のレシピを楽しんでいる富士フィルムユーザーは、オリジナルレシピを富士 X Weekly というアプリで共有し合っています。このアプリを使えば、フィルムシミュレーションにないフィルム銘柄でもアプリに記載された数値を設定すれば疑似的に楽しむことができるので、富士フィルムユーザーの方はぜひ活用してみてください。これほどの性能とこだわりの詰まった GFX100RF の価格は約80万円です。この値段、皆さんはどう感じますか？高いと感じるでしょうか？僕は妥当かなと思います。ほとんど同じスペックである GFX100S2 の実売価格は約75万円前後です。フラッグシップカメラ GFX100II は115万円前後で販売されています。これらはさらにレンズを別途購入する必要があるので、この 100RF というのはレンズ込みの価格であること、そして X100 シリーズの洗練されたデザインが継承されていることを考えると、約80万円前後というこの価格設定にも少し納得できるような気がしています。この完成度に対する価格設定に関しては、ぜひ皆さんの意見もコメントで教えてください。さあ、ここまででたくさんのこのカメラの魅力を伝えることができました。最後に GFX100RF を実際にたくさん使用して感じた注意点を伝えておきたいと思います。まずは何といってもサイズ感です。中盤カメラの中ではかなりコンパクトに運用することはできます。ただやはり X100VI と比べるとかなり大きくて重たいので、持っていてストレスはあんまり感じないものの存在感はかなりあるかと思います。X100VI と比べて持ち出すハードルは若干高くなってしまうので、ぜひこのサイズ感、重量感は実機を試して検討することをお勧めしたいです。実はボケの量は X100VI の方が多かったです。100RF は中盤センサーとはいえ、レンズの絞り値は最初 F4 となってしまいます。対してこの X100VI は APS-C センサーではあるんですが F2 のレンズを搭載しています。どちらもスマホとは違った背景をぼかした撮影は可能なんですが、換算 35mm に合わせた状態で比べてみると X100VI の方がボケの量が多くて、被写体がより際立った表現をすることができました。写真というのは単純にぼかせばいいというものでは確かにありませんが、より背景をぼかして情報量を減らしたいという時なんかは X100VI の方が使いやすいなと感じてしまいました。とはいえ写真の空気感だったりその場を切り取った雰囲気を感じられるのは GFX100RF です。そしてせっかくなので同じ中盤センサーを搭載したハッセルブラッド 907X CFV100C とも比較をしてみました。僕が一番好きな XCD55mm のレンズで開放 F2.5 にした場合、このような写真を撮影することができ、フルサイズセンサーを搭載したカメラよりも圧倒的なボケを感じることができます。さらにハッセルブラッドは HNCS ハッセルブラッドナチュラルカラーソリューションという独自開発されたカラーマネジメントシステムがとても優れています。この技術により撮影から編集に至るまでハッセルブラッドカメラは現実に忠実かつ正確な色を細部まで滑らかな階調で表現することができ、人の目で知覚するそのままの色合いを再現することができます。今回ホワイトバランスをオートで比較をしてみました。やはりハッセルブラッドの色再現は非常に優秀で、そのままの美しさを感じることができているのがわかると思います。このハッセルブラッドの HNCS が目指すのは再現であり美化ではありません。対して富士フィルムはフィルムネーション開発に力を入れていて、デジタル感ではなく世界観を意識しています。両者の目指す方向性の違いがこの写真の違いによく現れている印象を受けることができました。さらに動画撮影では F-Log2 の暗部ノイズがやはり多いです。これは X100VI とか XM5 のレビューでも取り上げてきた項目ではあるんですが、やっぱり F-Log2 はノイズが多くなってしまいます。GFX100RF は1億画素もあるので、その画素数の多さもノイズ量に影響しているのかもしれません。またこのカメラには手ブレ補正が搭載されていません。写真撮影時はシャッタースピードを早めに設定する必要があり、さらに F4 以上での撮影となるため光量が足りないというようなシーンもいくつかありました。動画撮影時のみ電子手ブレ補正をオンにすることができますが、手ブレは結構目立つような印象を受けました。これまで GFX シリーズで動画撮影を行ってきたことがありますが、撮影中にモニターでは手ブレがそこまで目立っていなくても、実際に PC で確認すると揺れているというような印象を持つことが多いです。そして最大 4K30p なのでスローモー
ーションにすることもできず、気軽に綺麗なスローモーション動画を記録しにくかったり、60フレームで撮影ができるフル HD にした場合、解像度が著しく低下してしまいます。これらのことから 100RF で動画撮影をする場合は、ログではなくフィルムシミュレーションで撮影した方が高画質で記録することができるので、そのような使い方がおすすめです。ということで GFX100RF はいかがだったでしょうか。今は多くのカメラメーカーやスマートフォンメーカーが気軽に高画質に撮れるカメラ作りを目指す中で、アナログの撮影感覚を大切に守り続けている方向性は本当に素晴らしいと思います。デジタルからカメラを始めたような僕でも、富士フィルムのカメラを使うことでフィルム時代に興味を持ったり、その歴史をもっともっと知りたくなったりします。このカメラは写真を撮ることの楽しさを改めて感じさせてくれる、そんな特別な存在だと言えるんじゃないでしょうか。僕はこうした素晴らしいカメラメーカーが日本企業であるということに本当にすごく誇らしく思っています。ただ、ここ数年、富士フィルムのカメラは常に品薄状態が続いていますよね。昨年レビューした富士フィルム XM5 は X106 なんかもなかなか手に入らない状況が続いています。情報発信をしている立場として、本当に欲しい人が正規の価格で購入することができず、転売による高額な価格でしか手に入らない状況はとても悔しいです。だからこそ一人でも多くのカメラ好きの手に届いて素敵な写真がたくさん生まれることを願っています。約80万円の世界初の中盤コンデジ、皆さんはどのような意見や感想があるでしょうか。ぜひコメント欄で記入していただければ嬉しいです。そしてこの動画が気に入っていただければいいねやチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。